どんな山登るにしてもまずその一歩が大切です。目の前の道が真っ暗よりも少しでも明かりがある方がその一歩が踏み出しやすいですよね。今回はその明かりとなる動画を作りました。10年前の僕はごくごく普通の一人親方でした。今は会社を法人化したり YouTube したり、10年前では全く想像つかないところに今いてます。まだまだ道の途中ですが、ということでおはようございます。今回は今まで出した動画でリペアの基礎となる部分をこの1本の動画にまとめました。小さな明かりになれたらいいなと思います。では行ってみましょう。金丸フシ株式会社。まずはこの傷の簡単リペア方法です。スプレーで仕上げるバージョンとワックスで仕上げるバージョンを解説しています。まずは道具紹介です。K に日のハードワックス F シリーズです。小傷に充填するパテです。値段はだいたい1つ400円弱ぐらいです。トーチです。ハードワックスを溶かすために使います。値段はだいたい1000円ぐらいから5000円ぐらいのものがあります。ちなみにこれは5000円ぐらいです。賞味細いターボライターみたいな火が出れば何でもいいです。高難のヘラです。スクレーパーとして売っているので、刃先を180番で研磨して丸くしています。値段は400円ぐらいだったと思います。高難のサンドペーパーです。リペアでは320番をよく使います。値段は1枚100円弱だと思います。僕の好きな高難のメリアスウェスです。余分なパテを拭き取るときや掃除のときは何でもいいんですが、ワックスを引くときはこのウエスがいいです。値段はだいたい1000円弱だったと思います。次に高難のゼリー状瞬間接着剤とアルテコスプレープライマーです。スプレープライマーは硬化剤です。パテ面の保護に使います。値段は瞬間接着剤の方が400円弱ぐらいで、スプレープライマーは1000円弱ぐらいです。高難の布コロナマスカー550です。スプレーを拭く時の養生として使います。値段は150円ぐらいです。僕たちがこよなく愛すモホークのバーンインシーラーです。研磨跡を消すために使います。値段は2000円弱ぐらいです。ゲンゲンのアクリルリペアラッカー3部ツヤ消しです。最後の仕上げのツヤ調整に使います。値段は1500円弱ぐらいです。ドライヤーです。スプレーを拭くときや乾かす際に使います。高性能なドライヤーではなく、ただ熱い風を出すだけのアホなドライヤーが好きです。値段は3000円弱ぐらいです。リンレイのオールワックスです。リペアでは水を混ぜて使うのでそんなに量はいりません。値段は700円弱です。ロックペイントのラッカーシンナーです。リペアでは様々なものに使います。値段は9000円弱です。値段はだいたいです。ご了承ください。合計していきます。ハードワックスとサンドペーパーは10個ずつぐらいあった方がいいので足しています。あとラッカーシンナーのボトルやハードワックスのケースなどはいると思いますが、それは考慮していません。では合計を発表していこうと思います。ドゥルルルドン。プリンです。合計28,150円です。この値段だと始めやすいですね。これらを使って補修していきます。まずノンワックスフローリングの傷補修解説をしていきます。まず下地処理です。先の丸い硬いものだったら何でもいいので、それで縁を押さえ込みます。リペアにおいて下地処理は一番大事なのでしっかりやりましょう。なぜ下地処理が一番大事かというと、図で解説していきます。まずへこみ傷です。軽いへこみ傷だとこのままハードワックスを入れても綺麗になります。強いへこみ傷だと周りがこのように膨らむので、この部分をカットするかしっかり押さえ込まなければなりません。次に打痕の場合、傷の周りがこのように飛び散っていることがあります。このままハードワックスを入れてもこのように綺麗な面が出ません。この飛び散っている部分を切り落とし、縁を押さえ込むとこんな感じになります。ここにハードワックスを入れるとこんな感じになります。綺麗にパテが収まっていますね。これはとても重要なのでしっかり覚えていってください。次に行きます。ハードワックスを充填していきます。とりあえず大量に溶かして傷の中に放り込んでいきます。この時熱したこのヘラで手を突き刺すことがあるので気をつけてください。ヘラに大量にハードワックスを取って傷の中にピンポイントで落としていきます。感覚的に多めにハードワックスを充填しておきます。充填し終わったらウエスでしっかりヘラについたいらないハードワックスを拭き取ってください。ヘラがぬくいぐらいの状態でハードワックスを押し込んでいきます。ヘラを少し温めて表面を整えていきます。グッグッと押していきます。パテの部分がへこんだのがわかると思います。これはパテの中に空気が入っていたということです。こういうこともあるので超人ハルクぐらいのパワーで押し込んでください。ここからもう一度同じ工程を繰り返して最後に面を整えます。
いらないハードワックスの塊はヘラでこそぎ取ります。次にウエスをシンナーで少し濡らして傷の周りを拭いていきます。ハードワックスは溶けるので綺麗に面を出したところは触らないようにしてください。次に320番のサンドペーパーで研磨していきます。この時は力を入れないでふわっと研磨してください。パテの部分はやっぱり弱いので削れやすいです。最後手で触って面が出ているか確認します。瞬間接着剤で表面をコーティングします。アルテコスプレープライマーで硬化させて研磨します。バーンシーラーやアクリルリペアラッカーはラッカーなのでそのまま拭くとパテを溶かしてしまいます。瞬間接着剤を打つことによってそれを保護しています。なので削りすぎると意味がなくなってしまいます。次に削り粉を拭き取って養生していきます。次にバーンシーラーで削り目を消していきます。よく振ってから拭いていきます。ここではドライヤーを当てながら拭かず、ピンポイントで削り目に拭いて少し待ってからドライヤーで乾かします。これはスプレーの粒を粒立たせないためです。削り目が消えるまでこれを何度か繰り返します。削り目が消えていますね。別カメラでも見てみましょう。こちらもいい感じです。次にアクリルリペアラッカーを拭いていきます。これが仕上げになるので、これは丁寧に振っていきます。ここでスプレーの吹き方を解説します。まずはダメなスプレーの吹き方です。ダメな吹き方その1です。これは極端にやってるんですが、こんな風に振ってしまったらツヤはどうしても均一にはなりません。どんないいスプレー使っても均一にはなりません。ダメな吹き方その2です。これも一見いいように見えるんですが、これもツヤは一定にはなりません。なぜかというと、まずスプレーと物の距離を見てください。この時の距離とこの時の距離、すごく差があります。この差でツヤが均一にはなりません。具体的に言うとちょっと極端にはなりますが、近いところはテカテカに、遠いところは艶消しのようになるイメージです。スプレーが乾燥した後のこのフローリングを見てみましょう。こんな感じで艶が上がっているところと艶が消えているところがまだらになっています。次にいいスプレーの吹き方です。まず軽くドライヤーでスプレー缶を温めます。これはかなり危険なので一般の方はしないでください。缶を温めることによって中のガスを膨張させてスプレーの勢いや粒を整えます。まずどんな振り方か見てみましょう。一吹き一吹き高さと距離がある程度一定で保たれています。ドライヤーで吹き飛ばすことによっても粒を整えています。艶がどうなっているか見てみましょう。艶ムラもなく一定に吹けています。ここの部分は動画的に見にくいので、先ほどの動画を想像しながら見てみてください。こんな感じで拭いて乾燥させて養生を外していきます。完成です。ツヤもいい感じですね。別カメラ視点も見てみましょう。これもいい感じです。次にワックスありの直し方を解説していきます。まず下地処理です。補修のやり方は下地の面作るところまではほぼ一緒なので、そこまで早送りでいきます。ハードワックスの重点です。ここでシンナーで傷の周りを拭くのですが、ワックスも溶けるやんって思った方、正解です。ワックスを溶かしても周りをきれいに拭き取った方がいいです。後でしっかり直せますので安心してください。研磨して面を整えます。表面保護のボンドを塗って研磨、削り粉を拭き取ります。ワックスのフローリングのリペアにはこのワックスポンポンを作らなければなりません。あと調合したワックスが必要です。ワックスポンポンの作り方も過去動画にありますので、こちらを見てもらいたいですが、一部抜粋して紹介します。ワックスポンポンを作っていきます。まずタッパーを用意してください。ある程度きれいに折りたたんだウエスをタッパーの中に敷いてください。次に食器洗い用のスポンジを用意してください。後ろに硬いスポンジがついたやつです。
この作業には目が大きいウエスが使いやすいので、コーナンプロでメリヤスウエスを買っています。でもこれにはいろんなウエスが混在してて、この目に当たるかは運次第です。さあ、当たりか外れか。当たりです。この目です。なぜ大きな目のウエスがいいかというと、ワックスをつけた時に結び目一つ一つにワックスが染みて、結び目は出っ張っているので、軽くポンポンと置いた時にスプレーのようにワックスが出るからです。裏面はこんな感じです。目が細かいのでこちらは使いません。ちなみによくあるウエスはこんな感じで目が細かいです。食器洗い用スポンジにこの AUS を巻いていきます。AUS の目が方を外側に向けて2つ折りにします。スポンジの硬い面を下に向けて真ん中に置きます。長手の方を両方折り込んでマスキングテープで留めます。手前を半分に折ってもう一回折る。向こう側も同じようにします。裏面を見て目がしっかりまっすぐになっているかとシワがないかを確認します。遊んでいる部分をテープで留めます。これで完成です。でも裏面だけ綺麗になってればどんな巻き方でも大丈夫です。一旦これはタッパーに入れて置いておきます。次にリペアで使うワックスを調合していきます。空の洗ったペットボトルを用意してください。今回はリンリエのオールワックスを使います。ツヤに応じてツヤ消しワックスも混ぜたりしています。ペットボトルにワックスを入れていきます。だいたいこれぐらいの量です。次に水です。水はワックス7に対して水3ぐらい、もしくはワックス6に対して水4ぐらい入れます。これは丼勘定で大丈夫です。蓋をしてよく混ぜてください。これでワックスポンポンと調合したワックスが完成です。作業に戻ります。ワックスポンポンにワックスをつけて、まず研磨跡にピンポイントで塗っていきます。ワックスは半乾きの状態だと引っ張ってしまうので、一筆一筆乾かしてください。これを研磨跡が消えるまで繰り返します。次にポンポンしてツヤを調整していきます。ポンポンすると粒で落ちるので、その状態でドライヤーですぐ乾かすとツヤが落ちていきます。最初の塗り方で塗っていくとツヤはどんどん上がっていきます。それをこのトントンで調整する感じです。完成です。いい感じですね。別カメラも見てみましょう。こっちもいい感じです。次は賃貸でよくあるワックスフローリングのへこみ傷の直し方です。作業の解説をしていきます。触って膨らんでいるところがないかチェックしています。なかったのでそのまま埋めていきます。もし膨らんでいるところがあれば、膨らんでいるところをカットしてフローリングに似た色のハードワックスを入れて、必要とあらば色も入れます。ハードワックスをトロトロに溶かして傷に充填していきます。ヘラで撫でていきます。パテの表面を光を当ててツヤで見ると面が出ているか出ていないかが分かりやすいです。こんな感じでパテの表面のツヤが一定であれば綺麗に面ができています。こうやって見るとへこんでいると影が見えるので分かりやすいです。シンナーでいらないパテを拭いていきます。この時ワックスも溶けるんですが、後で直します。軽い力で研磨していきます。溶けたワックスの縁もきれいに研磨しておいてください。力を入れてしまうとパテの部分はやっぱり弱いので、よく削れてしまうので面が崩れてしまいます。仕上げのワックスですね。この引っ張って塗る塗り方は研磨跡が消えるまでします。このように研磨跡が消えたら、次はワックスポンポンです。詳しいワックスの部分塗り方法は前の動画で解説しているので、ぜひそちらも参考にしてください。これで完成です。ツヤも見ていきましょう。指の場所が傷の場所です。いい感じですね。次はリペアの醍醐味である色の調色のやり方です。まずは知識編。原色で色を作ります。原色とは赤、青、黄、黒、白です。この5色で木目の色を作りましょう。まず赤と黄色でオレンジ色を作ります。この時に作るオレンジ色は作りたい木目の色が赤っぽいか黄色っぽいかで寄せておくとやりやすくなります。例えばこの色はどうでしょう。大丈夫、オレンジ色を出すよ。
そう、少し赤っぽいね。この色の場合、赤っぽいオレンジを作るとやりやすくなるよ。ここでは平均的なオレンジで木目の色を作っていくよ。次はオレンジに青を入れて色を渋くしていくよ。この時の注意点は、青は色味が強いからほんの少しずつ入れてください。青を入れすぎてしまうとこんな色になってしまいます。青を入れすぎてしまった場合、オレンジを足していくと少しずつ戻っていきますが、緑に近いくらいになってしまうと大量のオレンジが必要になるためおすすめしません。理想はこのようにオレンジが少し渋い色になった感じです。木目の色に近づいてきましたね。次に白と黒で色のトーンの調整をします。まず白で色の明るさの調整をします。いい色になりましたね。次は黒で調整します。黒も色味が強いので気をつけてくださいね。いい木目の色ができましたね。これをベースに白を足して薄い木目色に、黒を足して濃い木目色に、ベースの色ができると薄い色濃い色が作りやすくて早いですね。朝食はここまでにして、ベースの色の選び方について話していきますね。この木の木目のどの色をベースにしましょう。大丈夫、今から教えるね。ベースの色は濃くも薄くもなれる色を選ばなければならないんだ。それがどういうことかというと、白が入りすぎてしまうと濃い色を作るとき濃くなりきらなくて白ぼけしたような色になるんだ。先生、僕の指先の濃いめだけど濃すぎない色はどうですか？正解。それをベースの色にすると使いやすいはずだよ。次はリペアの醍醐味である色の調色のやり方実践編です。色の塗り方も注目して見てみてください。このフローリングのベースの色となる薄い木目色を作っていきます。まず赤と黄色を混ぜてオレンジ色を作ります。ちょっと赤が強いなと思ったので黄色を足しました。こんな感じのオレンジ色ができました。試し塗りしてみましょう。乾燥させてこんな感じの色味です。ここから色の渋みの調節をしていきます。色の渋みは青を使って出していきます。青はよく効くので効きすぎないようにちょっとずつ入れます。結構渋くなりましたね。試し塗りをしてみます。乾燥させてこんな感じ。だいぶ渋くなりました。渋みがもう少し欲しいので青を足していきます。だいぶ渋く濃くなったので白身を調整していきます。白がもうちょっと欲しいのと赤が強いので黄色を足していきます。まだまだ黄色と白が足らないので足していきます。だいぶ近づいてきましたね。まだまだ白と黄色が必要そうです。かなり良くなってきました。黄色はもういいので白身をもうちょっと足していきます。もうちょっと白身が欲しいので白を足していきます。やっちゃいました。白を入れすぎちゃいました。この場合赤と黄色のオレンジで白身を消していきます。まだまだ白い。かなり近づいてきました。ちょっと赤みがかってる気がしたので黄色で微調整です。もうほんのちょっと黄色欲しい。かなりいい感じです。ここから本当の微調整に入ります。ちょっと濃いので白を入れます。ビビりながら量を調節しています。ちょっと渋さが強い気がするので黄色を足します。もうちょっと黄色が欲しい。
黄色が前に出てきだしたので赤で微調整です。あと黄色とほんのちょっとの赤が欲しいです。ちょっと色が濃くなったので白で微調整です。かなりいい色ができました。こんな感じで朝食するときは試し書きをしながら、ちょっと赤っぽいなと思えば黄色を足したり、黄色っぽいなと思ったら赤を足したり、渋さが足らないなと思ったら青を足したり、ちょっとずつでも近寄せていくと近寄っていくので頑張ってみてください。次はこの色を使って傷を直してみます。では直していきましょう。金丸補修株式会社。まずこの濃い木目色のハードワックスを選びます。縁を押さえ込んで下地処理をします。ハードワックスを充填していきます。周りのいらないハードワックスを拭き取ります。320番のサンディングペーパーで軽く研磨します。瞬間接着剤でハードワックス入れた部分を保護して軽く研磨します。まずこの傷の上の部分の木目を通します。いい感じですね。次に真ん中の木目を通します。次に一番下の木目を通します。次にここの木目の線が太いので塗って細くします。あとは傷の部分が隠蔽できてないと思ったので重ね塗りして傷の部分を隠蔽します。重ね塗りの時の注意点は確実に乾燥させた上から重ね塗りすることです。先に塗った色が半乾きの状態で上から塗ってしまうと下の色を引っ張ってグズグズになります。完成。色の調色から色の使い方、これは一つの例でしかないですが、手数が少ないのに綺麗になるいいやり方だと思います。次は実践編パート2です。アイロンの焼け跡のリペアです。どう直していくのか、どういう風に塗っていくのか見ていただけたらと思います。足付けと下地処理のためよく研磨していきます。この時手の感触で傷がないかへこみがないかを確認しながら吸っていってます。激落ちくんとシンナーでサインペンを消そうと試みています。無理でした。次は研磨で諦めました。ちょっと焼けてへこんでいるところがあったので表面を整えるためにもボンドを打っていきます。ヘラにマスキングテープを貼るのはヘラの保護です。へこんでいる部分と焼けている全体をボンドで覆うように塗っていきます。余分なところにボンドの塊がないように、もしはみ出たら拭き取ってください。アルテコスプレープライマーで硬化させます。表面を整えるために研磨します。この動画では切っていますが、ボンド、スプレープライマー、研磨の工程はもう一度やっています。この時点でボンドのダマが残っていると、最後の仕上げでまだダマが残っている状態になるので、しっかり研磨してください。ここから色作りです。混ぜやすいようにシンナーで希釈してぐるぐるっと混ぜます。次に青で渋みの調整です。ちょっと赤みが強かったので黄色みを調整していきます。黒で色の汚さを出していきます。次に白で色の明るさを出していきます。色が渋すぎるのが気になったので赤と黄色で鮮やかさを出していきます。白で明るさを調整します。ここで試し書きです。まだまだ濃いので白で調整です。
次に黄色みが全然足らないと思ったんで黄色を調整していきます。白身がもうちょっと欲しかったんで混ぜていきます。試し書きします。結構いい色ですが乾燥するとちょっと濃いですね。白身と黄色みが欲しかったので調整していきます。試し書きします。だいぶ近づいてきましたがもう少し明るさが欲しいので白を足していきます。試し書きします。これでこの辺のベースの色よりちょっと濃いめの色ができました。できた塗料を小分けして準備完了です。では色をつけていきます。とりあえずアイロンの焼け跡を作った色で消していきます。ネタが重かったのでシンナーを足します。あと黄色が強すぎて暗い色だと思ったので白と赤を足していきます。この色でアイロンの焼け跡が消えるまで塗っていきます。ここでの注意点は右方向にも左方向にも筆を払ってぼかすことが大切です。アイロンの焼け跡が消えましたね。次に薄い木目色を作っていきます。混ぜやすいようにシンナーを入れて赤と白を足して薄い木目色を作ります。次にこの薄い木目色を木目を意識して間を透かしながら塗っていきます。ここでも右方向左方向に払ってぼかすことを意識します。フローリングの薄い木目の部分を意識しながら払っていきます。色を塗った縁がボケてますね。ここでしっかり縁をぼかしておくことが大切です。さっき小分けした色で濃い木目色を作っていきます。固まってきているのでシンナーで希釈します。赤と黒を足していきます。濃い木目色ができたらネタの重さを少しシャバめにしてください。そうすることによって薄いところや濃いところができてリアルな木目に近づきます。濃い木目色を入れていきます。下の木目とつなげるように周りの木目に合わせてふわっと入れていきます。筆を一発でズドーンと走らせるんじゃなくさっさ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 します。入れすぎると全体的に黒くなってしまうので入れすぎは禁物です。早送りで見ていきましょう。ええ感じええ感じ。色付け完成。ええ感じですね。筆目がちょっと気になるのでサンディングシーラーと研磨で整えてツヤを吹きます。ガーッとやって完成。別方向のカメラも見てみましょう。ビフォーアフター。リペアの基礎分かりやすかったでしょうか。分かりにくかったところや疑問のあるところはお気軽にコメントで書いていただけたら嬉しいです。ためになったなーっていう人はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。